Пояснюють таким чином. По-перше, мало особового складу. Дуже цікаво, що тут росіяни, але правда. Так. По-друге, домінування українських дронів в небі. По-третє, неефективність російських кадрів. Ну і загалом, якщо ми подивимося на статистику лютого, ми побачимо, що за лютий у росіян було найменше просування взагалі. 皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1107日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1140名、戦車5両、装甲戦闘車7両、砲21門、防空システム2機、ドローン80機、その他車両94両となっています。戦線全体では、1日で96回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。これはニュースになっていると思いますが、マクロン大統領は国民に向けた演説を行い、フランスの核の傘を欧州に広げることを検討する考えを説明しました。13分ほどの演説では、ロシアの脅威がヨーロッパに迫っている。ドイツの次期首相となるメルツ氏からも要請があった。アメリカが私たちの味方でなくなった場合にも備える必要があると説明し、フランスを含む各国が防衛力を強化し、ウクライナへの支援を継続する必要があると強調しました。最後に、平和維持部隊の派遣について、断固たる連合諸国の参謀会議を来週パリで行うとしています。これについて、ロイターは、フランス、英国、ウクライナは、数日以内に和平案を確定し、アメリカに提示すると伝えています。2番目。一方、エコノミストの記者は速報で、アメリカがロシアの長距離ミサイルを警告するウクライナの通信チャンネルを切断したほか、ハイマースの標的データのアクセスも停止し、ウクライナのハイマースが使用不能になったと伝えました。戦争研究所では、ロシアの要求に沿ってトランプ政権が行ったもので、今後、数ヶ月間で、ウクライナの軍事的能力に影響が出ると予測し、記事では、ワシントンは、ウクライナに対し圧力をかけ、明らかに、侵略者のロシアに屈服させるつもりだとしています。3番目。ジャーナリストのアンガー氏は、どこぞの国の花札大統領について、花札氏は、ロシアから、40年間資金援助を受けてきたため、プーチンを裏切ることはできないと説明しました。同氏はアメリカで新聞社の副編集長、雑誌の編集長を歴任し、旧ソ連の諜報活動の実態について数々のベストセラーを出版した人物です。同氏は花札氏とロシアとの関係は1984年ニューヨークにある花札タワーでロシア人が現金600万ドルを持ってきたのがきっかけだと説明しました。FBI ファイルによると、このロシア人はロシアマフィアと関係があり、犯罪収益を洗浄するために、現金を花札タワーに持ってきてはコンドミニアムを買い、関係を深めていったと述べ、その後も資金洗浄は続き、花札氏は6回破産したが、その度にロシア資金が事業再建を助けたと説明しました。また、同氏は当時ソ連側だったチェコの諜報機関が1980年代から目をつけファイルしてきたこと、1987年のニューズウィークのインタビューで若き実業家の花札氏がロシアでビジネスを行うことを書いた記事など次々出してロシアとの関係を指摘しました。4番目。最後に、同氏は先月
トランプ大統領がプーチン大統領と電話会談し、ウクライナ和平案について発表した瞬間は、1938年のミュンヘン協定と同じだと述べ、この瞬間に NATO は瓦解したと述べました。ちなみに、世界史にも出てくるミュンヘン協定とは、英仏がヒトラーの要求を受け入れ、和平と引き換えに、チェコスロバキアをナチスドイツに割譲したもので、これ以上の領土要求を認めないという条件があったものの、ヒトラーは翌年崩御にして侵攻し、まさに今起きていることを連想するものになっています。その後、チェコスロバキアはナチスドイツの傀儡国家になり、その後のポーランド侵攻につながりました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は、曇り。最高気温5度、最低気温3度。今日の天気予報も、曇りとなっています。気温は急速に回復し、最高気温で10度前後の日が続く予報です。この方面で、ルジアンは他の戦線から戦力を引き抜いて、スジャの補給線の遮断を戦術目標に大規模な攻撃を仕掛け、30回攻撃を行い、18回の空爆を実施しました。これはアメリカのロシア融和姿勢と関連し、他の戦線を犠牲にしてでも、クルスクに戦力を集中させ、ウクライナ軍を追い出す作戦を始めた可能性があります。1番目。スタラヤソロチナ、ニコルスキーからレベデフカにかけての接触戦では、複数の情報を総合すると、ルシアン軍が地図の場所に多連装ロケットで攻撃を仕掛け、ウクライナ軍の前線がこの場所になっている可能性があります。一方、ウクライナ軍はルシアン軍の後方にドローン攻撃を行い、前線に出る前に戦力を削っています。ただ、ウクライナ軍からの映像は消されていて、情報統制が行われている模様です。このような攻撃方法は、アウディーイウカの攻防戦でも見られたもので、ルシアン軍の攻撃圧力が高いことを示唆しています。戦況図では、複数の情報を総合すると、マラヤロクネの北のナイデノフで 2.5 キロ、レベデフカ付近で2キロほど、ウクライナ軍の占領地を縮小させ、レベデフカは、ルシアン軍は、町の中央部付近まで占領したとして、戦況図を更新しました。面積は13平方キロになります。2番目。一方、スジャの東側にあるプレフォボの地図の場所では、アフリカの傭兵が両手を挙げて、ドローンに許しを請うところが確認でき、また、郊外では、兵士が杖をついて逃亡しているところがあり、ルシアン軍の士気に影響が出ている模様です。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のラグビーチームというドローン部隊のもので、地図の場所の様子となっています。3番目。この北にあるクリロフカでは、未確認の情報ですが、ルシアン軍がウクライナ軍陣地を突破して1キロほど西に前進したとの情報があり、こちらは分かりましたらまたお知らせします。今のところは戦況図に変更はありません。ハルキウ方面。この方面でルジアンは昨日と同様に2回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図には変更はありません。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で3回、スバトベクレミンナ戦は14回、シベルスク周辺では1回、チャシフヤール方面では1回、
トレツクの方向は10回攻撃を行いました。クピャンスク方面。この方面では、ロシア軍の攻勢は急速に弱まり、ウクライナ軍が反撃を行っています。1番目。クピャンスクの北にあるザパドネでは、昨日の動画でウクライナ軍が前進した可能性があるとお伝えしましたが、その後、複数の情報から、その範囲をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は3平方キロになります。2番目。新キフカでは、複数の情報を総合すると、3月1日前後に、ウクライナ軍が反撃を行い、集落の南側を奪還したことが判明しましたので、その範囲を、ルジアンの占領地を3キロほど縮小させ、ウクライナ軍が、新キフカの集落から、その南の森林地帯を奪還したとして更新しました。奪還した面積は4平方キロになります。チャシフヤール方面。この方面では、ロシア軍が反撃を行い、局所的に接近した市街戦となっています。そのうち連日お伝えしている北の住宅地では、おとといの動画でウクライナ軍が前進したことをお伝えしましたが、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍がさらに駅に向かって攻撃を仕掛け、民間人を救出しました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、YouTube に掲載されているため静止画となりますが、地図の場所でウクライナ兵と民間人がウクライナ軍の陣地に避難しているところとなっています。戦況図では、ロシア軍の占領地を200メートルほど縮小させ、係争地に更新しました。トレツク方面。この方面では、ウクライナ軍が市街地で虫食い状に反撃を行い、建物単位で支配が異なる状況となっています。ウクライナ軍の第49突撃大隊のスコリナ指揮官は、ウクライナのテレビニュースに登場し、この方面の戦況について、敵はオートバイ、バギーといったテクノロジーを使い、略奪した乗用車を使って前進を試みている。我々は防御と攻撃を組み合わせ、少ない人数で敵の攻撃能力を削いでいると説明しました。1番目。北の鉱山施設では、ルジアンが鉱山施設に潜り込み、占領を試みています。ご覧いただいているのは、ウクライナ側の撮影したもので、地図の場所に侵入してきたルジアンを観察している様子となっています。今のところは、戦況図に変更はありません。2番目。南側の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が突入し、反撃作戦を行いました。ご覧いただいているのは、ロシア軍の撮影したもので、地図の場所で、ウクライナ軍の M113 装甲戦闘車から歩兵が展開する様子となっています。その後装甲車両が破壊されたところが確認でき、戦況図では、この場所まで400メートルほど、ロシア軍の占領地を縮小させ、係争地が拡大したとして更新しました。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では19回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で7回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面で、ロシア軍のポクロフスク占領は失敗し、疲弊したところに、ウクライナ軍が局所的な反撃を行っています。ウクライナの軍事専門家のチェルヌイク氏は、この方面の戦況について、ルジアンの攻撃作戦のペースが明らかに低下し、以前は40回から60回の攻撃だったのが、今は18回から20回に低下した。現在、ロシア軍は月間4万人しか兵士を集めることができず、それが前線で大きな差となって現れていると説明しました。1番目。ポクロフスクの東にあるゼレネポールでは、ウクライナ軍が装甲車両で突入して反撃し、ルジアンを押し戻しています。ご覧いただいているのは、
ウクライナ軍の第157機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この場所は、2週間ほど前にルジアンが前進したところですが、その一部200メートルほどを係争地に更新しました。2番目。ポクロフスクの南にあるシェフチェンコでも、ウクライナ軍が反撃を行い、ルシアン軍を押し戻しています。ウクライナ軍は、ドローンで支援を行いながら、装甲車両を町の東に突入させ、掃討作戦を行っています。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の撮影したもので、地図の場所にいるウクライナ軍の車両を観察しているところとなっています。ルシアン軍は、隣のピシチャネに兵力を投入して再占領を狙っているため、ウクライナ軍がその裏をかいた格好になります。戦況図では、その範囲600メートルほどを、係争地の拡大として更新しました。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、戦況図に影響のある情報はなく、双方が攻撃を行い、陣地戦に移行しつつあります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは7回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、今日も戦況図に変更はありません。その他、イギリスの元国防長官のウォレス氏は、テレグラフに寄稿し、トランプ政権の掲げるアメリカ第一主義は、アメリカ人に利益をもたらさず、ロシア、中国、世界の過激派を喜ばせるだろうと述べました。同氏は、NATO をはじめ、第二次世界大戦後にアメリカを偉大で豊かにしたものすべてをぶち壊す可能性があると警告している一方、プーチン大統領はトランプ大統領を新たな親友とせず、アメリカと温かい関係を作り、そこから利益を得るつもりだと分析しました。最後に、トランプ氏に対しては、叱責されるのではなく、優しく育てられる必要があると述べ、ソフトなアプローチを取り、自身のやり方が世界秩序を崩壊していることに気がつくよう期待するのが良いと指摘しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。